海道も海外テックのこれまじミントです。みなです。今日はある研究論文の話。動画を作るだけのはずの AI が輪郭を見分けるテストで専門の AI 相手に 75.8 点、相手は 41.3 点、しかも追加で学習したデータは全体で最大500分の1しか使ってないの。これ Google ディープマインドのチームが自分たちで測って発表した数字です。これまじなんで作る AI が見えるの？この研究の名前はジェンセプション。 Google ディープマインドが中心になってオックスフォードのアンドリュー・ジッサーマンさん、そしてカイミン・ホーさんらが名を連ねる論文です。動画を作るだけの AI だよね。なんで輪郭を見分けるテストに出てるの？それが今日の本題です。まず数字だけ並べます。物体の輪郭を判定するテストでジェンセプションは 75.8 点、専門特化のサム3は 41.3 点でした。ほぼダブルスコアじゃん。表面の凹凸を読み取るテストでもジェンセプションは 29.3、専門 AI のノーマルクラフターは 30.7、ロータスには 30.3 でした。この2つは数字が小さいほど良い指標です。姿勢の推定は姿勢専用にチューニングしたハンデ 71.8、専門 AI のトラムは 74.4、GVHMR とはほぼ同じ水準です。全部ディープマインドチーム自身が論文で報告した計測値です。動画を作る AI って絵を描く担当だと思ってたのに、いつの間にか見る担当まで兼任してたみたいな。まさにそのイメージです。そもそも次のフレームを作るってそんなに難しいこと？想像してみてください。ボールが箱の後ろに転がって隠れる動画があります。次のフレームで箱の向こう側に自然にボールを描くには何がいりますか？ボールがまだそこにあるって分かってないと描けない。それが物体永続性です。同じように手前のものと奥のもの、どっちが前にあるかを間違えると絵が破綻するので奥行きの理解もいります。腕や足がどこまでが同じ物体かを間違えると次の動きで手足のつながりが崩れるので輪郭の判定もいります。関節がどう曲がって次にどう動くかを間違えると不自然な動きになるので姿勢の理解もいります。つまり綺麗な次のフレームを作ろうとしただけで奥行きも輪郭も姿勢も全部内側で計算しないといけなくなるってこと？その通りです。認識は高精細な生成が要求する下請けの仕事というイメージです。論文の結論部分でも動画生成は物理世界を理解する汎用視覚知能への土台になると位置づけています。仕組みはこうです。ベースは動画生成 AI の 1、2.1、普段は何十ステップもかけて少しずつ絵を洗練させる時間のかかる生成モデルです。それを認識に使うときはそんなに何十回も計算するの？いいえ、ジェンセプションはその他段階のプロセスを1回のフォワードパスに圧縮します。深度を出して輪郭を出してというタスクの指定は全部テキストの指示だけ、重みは共通でタスクごとの専用ヘッドは足しません。モデルを増やさずに指示分だけで担当を切り替えてるの？そうです。深度や輪郭のような密な出力は3チャンネルの画像として吐き出す形に統一して全タスク共通のたった1つの誤差指標で学習しています。1回のフォワードパスだけなので速度も出ます。論文の計測では小さい方の 1、3B モデルで毎秒 13.6 フレーム、大きい 14B モデルでも毎秒 8.0 フレーム、TPU1 枚で動きます。遅い絵描き担当が実は速攻で見抜く側にも変身できるってわけか。ここが一番驚くところです。ジェンセプションの大きい方のモデルは事前学習済みの動画生成 AI に追加で4つのデータセット、動画にしておよそ8080本、フレーム数で約123万枚を足しただけでこの結果を出しています。中でも7500本はこの研究のために新しく作った合成データです。たった約123万枚。専門 AI はどれくらい使ってるの？深度の専門 AI VGGT オメガは33以上のデータセット、およそ6億フレーム、比較対象の D4RT でもおよそ8600万フレームです。論文の表現だと深度のテストで7倍から500倍少ないデータで同等の性能です。なんでそんな少ないデータで足りるの？見る力の大部分は動画を作るための巨大な事前学習の中でもうすでに身についているからです。後から足す学習はその理解を深度マップの形で答えてねという出力の形式に合わせるだけで済みます。ゼロから見る力を教える必要がないというのがこの数字の正体です。才能はもう持ってた。あとは出力フォーマットを教えるだけだった。
みたいな話だ。この話なんか聞いたことあるパターンな気がする。というところに気づきました。大規模言語モデルも同じです。次の単語を当てるというシンプルな目標だけで学習したらいつの間にか複雑な推論ができるようになっていた。誰も推論を直接教えてはいません。今回の AI も同じような話ってこと？はい。単語の並びを正しく当てるには言葉の構造を理解している必要があるのと同じように、ノイズだらけの映像から元の動画を正しく復元するには奥行きや動きといった3次元の構造理解が要求されます。動画生成という本業のために積み上げた理解を後から少しの追加学習で見る力として引き出せたというのがこの論文の面白いところです。本業のついでに副業のスキルまで鍛えられてたってことか。難しそうな論文でも数字と理屈をこうやって分解してみせる、それがこの番組のやり方です。次はどの AI 論文を解剖するかもう目星はついてるのだ。気になる人は登録だけ先に済ませておいてほしいのだ。じゃあ動画生成 AI はもう専門 AI に完全に勝ってるってこと？深度を測る一部のテストやカメラの位置を推定するテストでは専門 AI の VGGT オメガの方が今もまだ精度が高いです。誤差の指標で見るとジェンセプションが 0.093、 VGGT オメガが 0.067、 数字が小さいほど良い指標なのでここは専門 AI の勝ちです。へえ、全部勝ってるわけじゃないんだ。この研究の本当のポイントは桁違いに少ないデータとたった一つのモデルで専門 AI 並みの実力に届くという部分です。著者ら自身が認めている弱点もあります。全部のタスクを同時に一つのモデルに詰め込んで学習すると 3D 姿勢の精度がかえって落ちるという結果も報告されています。まだタスク同士がきれいに共存できていません。なるほど、そこはまだ発展途上ってことだね。そうです。この論文自体も ECCV2026 向けの査読前の研究で著者らは今回のスケーリングの結果を予備的と位置づけています。 AI が自分でも気づかないうちに別の能力を身につけてた話、前にも一本扱ったよね。 AI がいつ考えるかを自分で判断するようになっていた回、あれも近い話です。気になる人はそちらもチェックしてみてください。整理すると動画を高精細に作るという一見遠回りな目標が実は見るという仕事を内側に丸ごと含んでいました。奥行きも輪郭も姿勢も物体永続性も全部綺麗な動画を描くために必要な理解だったから、あとはごく少量の追加学習で引き出せた。生成は認識を内側に含んでいたってことだね。しかも合成の人間動画だけで学習したモデルが本物の映像や動物ロボットのような見たことのない被写体にも通用したという報告もあります。単純な丸暗記だけでは説明しにくい結果です。動画を作る AI を見くびってた絵描き担当だと思ったら世界の構造まで捉える担当でもあったのか。動画を作る AI の意外な正体、今日はディープマインドの論文から解剖しました。気になった人は高評価も嬉しいです。面白い研究があればこれからも一次ソースから確かめて紹介していきます。な、ぽ、ミントでした。バイバイ。